FX では日々トレードをするわけですが、その中でトレードを見送る技術が身につくと、勝率がかなり上がります。でも、FX 歴がある程度あれば、トレードを見送ることの重要性自体は、もう理解していることが多いんですよね。本当に知りたいのは、どうやったらその技術を身につけられるのということだと思います。そこで今回は、トレードをうまく見送る技術を身につける方法についてお伝えしていきます。自分の負けパターンを把握する。トレードを見送って余計な負けを防ぐには、まず大前提として、自分の負けパターンをしっかり把握することが出発点です。これを正しく把握しているだけでも、トレードをうまく見送る技術がかなり洗練されます。例えば、昔の私であれば、押し目で買う場合の勝率が異常に悪かったです。その時のエントリー方法としては、サポートラインに来たら、反発も確認せずにすぐにエントリーをしていました。この時はとにかくいいレートで入りたいっていう気持ちが強くて、反発を確認せずに入っていたのですが、それが逆効果になってよく負けていました。あとは、サポートラインまでのレートの戻り方によっても、負けやすいパターンがありました。例えば、サポートラインまで強く戻ってきた時って、下落の勢いが強いことから、逆張り売りの決済が出にくいし、新規の買いも入りづらくなります。そのため、サポートラインであっても反発しづらいので、すぐにエントリーをすると負けやすくなります。押し目買いで負けまくっていた頃の私は、このような場面でよくエントリーをしていたので、それが負けパターンとなっていました。これ以外にも、押しが浅すぎる場面で入った時もよく負けていたので、それも負けパターンになっていました。これらの負けパターンを把握したことで、押し目買いをするときは、サポートラインでの反発、レートの戻り方、押し目の深さ、これらのことを確認するようにしました。その結果、似たような形が出たときは、見送る判断ができるようになり、余計な負けがかなり減りました。このように、自分の負けパターンをしっかり把握するだけでも、その形が出たら見送ることができるので、トレードの精度はかなり上がります。だからまずは最低限、自分の負けパターンをしっかり把握するようにしましょう。負けパターンの把握方法はいろいろとあるのですが、私がやっていたのは、負けトレードの画像を撮って、それらを並べる方法です。今回の場合だと、どれも下落の勢いが強い状態で、サポートラインで反発を確認せずに入って負けているパターンです。こうやって並べるだけでも、負けパターンが結構見えてくるので、良ければ試してみてください。入るべき形に似ているけど、微妙なパターン。トレードを見送るときに、一番難しいのが、自分のエントリーパターンに近いんだけど、微妙に違うときですよね。こういうときって、エントリーを見送って利益を取り逃すのが嫌だなっていう気持ちと、ここで入って損をしたら嫌だなっていう気持ちが入り混じって、ものすごく迷うんですよね。このような場合は、利益を取り逃す方と、損をする方を比較して、どっちが自分にとって苦痛が強いかをチェックするのがおすすめです。例えば、エントリーせずに利益を取り逃した時の方が、悔しい気持ちが強くて余計なことをしてしまうなら、エントリーをしちゃった方がいいと思います。逆に、無理に入って損切りになった時の方が悔しくて、取り返そうとする行為が出てしまうなら、エントリーは見送るべきです。私の場合は、利益を取り逃した時よりも、損切りになった時の方が怒りが湧いてきて、すぐに取り返そうとする癖がありました。だから、私に関しては、微妙な形が出て迷った時は、エントリーを見送るようにしていました。サブ口座を作ってトレードをするのもあり、微妙な形が出た時は、自分の性格によってエントリーすべきか、見送るべきかを決めるのがおすすめだとお伝えしました。でも中には、利益も取り逃したくないし、損もしたくないという欲張りさんもいます。こういう場合は、資金を1万円ぐらい入れたサブ口座を作って、そこで最低ロットでトレードをするのです。そうすれば、仮に損をしても、数百円の損失で済むので、メイン口座で無理にトレードをして負けた時の苦痛もありません。逆に利益になった時は、取り逃した気分が出てこないので、どちらに転んでも精神的苦痛は大きく抑えられます。もちろん、利食いになった時は、メイン口座でのロット数に比べれば、利益はものすごい微々たるものです。だから、本来のロットならもっと取れたのになっ
して考えてしまい、利益を取り逃した気持ちが多少は出てくると思います。それでも、実際にエントリーをして利益が出たことで、勝てたという実感は残るので、トレードを見送って完全に取り逃した時よりは、苦痛は全然少ないです。サブ講座は我慢できない時の逃げ道としても役立つ。FX はスキャルピングでない限り、待つ時間は多くなります。しっかり待つことで、自分のポイントだけでエントリーのでき、精度の高いトレードが可能になります。ただしそうは言っても、この待つというのが一番大変なんですよね。いくら自分のポイントに来るまでにエントリーを我慢した方が勝てるとはいえ、FX をやっている以上、トレードがない日が続くと、やっぱりストレスになります。そして、いつかこのストレスが爆発して余計なトレードをしてしまい、それが大損につながることだってあります。これだと、せっかく我慢をしていても、本末転倒になってしまいます。だから、ずっと我慢をしていたけど、トレードチャンスが全然来なくて、どうしても耐えられなくなったら、サブ講座でエントリーをしてしまうのです。こうすることで、トレード欲求が一時的に満たされるので、メイン講座での余計なトレードを防げる上に、大損も避けることが可能です。仮に損切りになっても、最低ロットなので数百円の損失で済むなら痛みはないですよね。それでいて、我慢のストレスも解放できます。実際に私も我慢できない時はこの方法を使っていました。トレードができないストレスを一時的に解放してあげることで、メイン講座では自分のポイントまで我慢してトレードができるようになった経験があります。ただし、いくら我慢のストレス解放になるからといって、何でもかんでもトレードをしてはいけません。これを毎日のようにやってしまうと、今度は好き勝手トレードをする癖がついてしまい、メインの講座でも同じことをしやすくなります。また、いくら最低ロットとはいえ、やりたい放題やっていたら、1万円の資金もすべて溶けてしまいます。こうなると、今度は失った1万円を取り返したくなって、再入金をした後に、また同じことをする確率が高くなります。これによって、ポジポジ病やリベンジトレードなどの癖がつきやすくなるので、いくら我慢のストレスを解放するためとはいえ、好き勝手やってしまわないように気をつけましょう。あくまでも、トレードチャンスが全然来なくて、どうしても我慢できなくなった時だけ使うのが目的ですから。迷ったトレードは必ず記録に残すこと。自分のエントリーの形に近いんだけど、微妙な形の場合は、エントリーをするにしても見送るにしても、必ずその場面を記録しておきましょう。サブ講座を作ってトレードをした場合もです。なぜなら、その記録が多く溜まっていくほど、微妙な形の時に入ったトレードが、どのくらいの勝率になるのかをはっきりと理解できるからです。仮に、微妙な形で30回以上エントリーをして、トータルで負けているのであれば、それはエントリー対象から外れるので、見送る判断はできます。逆に、トータルで勝てているなら、それを勝ちパターンに昇格させれば、次から自信を持ってエントリーをすることができます。例えば、昔の私の場合であれば、先ほどと同じように、押し目買いの例を出すと、高値と安値を切り下げて、下落トレンドを作りながらレートが来た時に、エントリーをするか迷っていました。この時に毎回エントリーを見送って、データを取って見返してみたところ、逆三損を作るか、戻り高値を上抜けて、トレンドが転換をした後に入った方が勝率が高いことが分かりました。これによって、下落トレンドを作ってレートが戻ってきた時は、一旦見送るという判断ができるようになったので、勝率が上がりました。ですから、エントリーポイントに近いけど、微妙な形の場合、エントリーをするにしても、見送るにしても、その場面は必ず記録を取っておきましょう。さらにこれと合わせて、検証ツールなどで、微妙な形の場面でのトレードを検証すれば、より早く見送るべきかそうでないかがわかります。また、我慢のストレスを解放するために、サブ講座を使ってトレードをした場合も、記録を取るまではいかなくても、見返しはしましょう。ほぼ確実に、トータルで負けていると思います。この結果を見返すことで、適当にトレードをすると、やっぱり負けるんだな、というのを実感できるので、これも一種の戒めになります。見送る技術が勝率を底上げする。ここまでトレードを見送る技術を身につける方法についてお伝えしてきました。トレードがうまく見送れるようになると、余計な負けが減るだけでなく、
勝率の底上げにもなります。イメージとしては、今までは30回トレードをして15勝15敗だったのが、20回トレードをして14勝6敗になるようなイメージです。要するに、トレードが厳選されて勝ちが少し減るけど、負けが大きく減るので、勝率の底上げにつながる感じです。実際に私自身もトレードをうまく見送れるようになったことで、40% だった勝率が 50% へ、50% だった勝率が 60% へ、60% だった勝率が 70% へ、といったように勝率が自然と上がっていきました。また、見送った場面が仮に利益になるような動きになったとしても、見送った方がトータルでプラスになるというのを分かっているので、変な悔しさが出なくなりました。このおかげで、取り逃した悔しさから余計なトレードをすることが大きく減って、無駄な損失も大きく減りました。無駄な損失が大きく減れば、それだけ勝率が高くなって利益も残るので、より冷静にトレードができるようになりました。これが繰り返されることで、トレード結果もメンタルも安定していき、着実に利益が積み上がっていきました。見送る技術は FX 中級者が特に身につけるべき。今回紹介しているトレードを見送る技術というのは FX 中級者が特に身につけるべき技術です。なぜなら FX 歴が2年から3年以上あるような FX 中級者はトレードで勝てる力が備わっているからです。このぐらいのレベルになってくると何をすれば勝ちやすくて負けやすいのかをちゃんと理解しています。さらに言えば今使っているトレード方法もすでに FX で勝てる方法であることも多いです。それなのになかなか結果が出ていないのはトレードをうまく見送ることができずに無駄打ちをしていることが多いからです。過去の私がそうでした。ルール通りエントリーをしていれば勝てることは分かっているのに、ルールとは微妙に違う形が出た時に見送ることができずに無理にエントリーをしていました。そしてそのトレードで負けると、悔しくてすぐに取り返そうとしてしまい、感情だけで再エントリーをしていました。しかし、感情でするトレードには優位性が全くないので、そこでまた負けてしまいます。こうなると一気に切れてしまい、そこからポジポジ病とリベンジトレードが発生して、最後は大損というのを何度も繰り返していました。この経験からも、FX で勝てる力があるけど、なかなか結果につながっていない中級者は、トレードを見送る技術を身につけると、一気に勝ちへ近づくことができます。トレード回数イコール利益ではない。トレードを見送る技術が身につくと、必然的にトレード回数は減ります。こうなると、利益って取れないんじゃないの？なんて思うかもしれません。確かに、トレード回数が多い方が利益は増えるのですが、あくまでもそれは自分のポイントに来た場合に限ります。自分のポイントでもない場所で多くトレードをすれば、逆に負けることの方が圧倒的に多いです。FX 初心者であれば、まだ知らないことが多いので、いろいろと経験するのにトレード回数が多い方がいいかもしれません。ですが、FX 中級者の場合は、すでに勝てる力がある状態なので、逆にエントリーを厳選して、自分が勝ちやすいポイントだけでトレードをすることに集中すべきです。むしろ中級者レベルになると、トレード回数を絞った方が利益が多くなることがほとんどです。もし今のあなたがトレード回数が多い方が安定して勝ち続けられているならそれが大正解です。ですが、トレード回数が多いのに結果が出ていないのであれば、エントリーを絞った方がいい証拠です。あなたのレベルになると、トレードで勝てる力はあって、安定した結果が出るまでにあと一歩の位置にいます。ということは、もうやるべきことは限られていて、それがトレードを見送る技術を身につけることと、ルール通りにトレードをしていくことになります。ここさえクリアすれば、FX で勝てるようになるので、最後の頑張りとして身につけてほしい技術ではあります。まずは、一回見送ることから始めよう。トレードをうまく見送ることができるようになれば、勝率が底上げされて、利益も増えていきます。ただ、トレードを見送るって結構ハードルが高いです。見送ったせいで利益を取り逃してしまうのではっていう考えがどうしてもよぎってしまい、我慢して見送るのが難しいんですよね。だからまずは、最初の1回でもいいので、エントリーに迷ったら見送ってみることから始めてみませんか？もし、見送るだけだと利益を取り逃しそうで嫌なら、
今回お伝えしたサブ講座を使うなどの方法を試してみるでもいいです。とにかくどんな方法でもいいので、迷ったらまずは一回見送ってみて、自分がどう感じるのかを確認してみてください。そしてエントリーを見送ることができたときは、自分を思いっきり褒めてあげてください。見送ることができたということは、我慢ができたことになります。そしてその我慢こそが、見送る技術を身につける第一歩になるし、狙い通りのエントリーがちゃんとできるようになるための第一歩にもなります。これは FX で安定して勝ち続けていくには必要な技術ですが、身につけるのも少し大変です。ですが、覚えておいてください。あなたには FX で勝つ力がすでに備わっていて、あと一歩のところにいます。だからこそ、この技術を次に手に入れるべきスキルとして、今日から意識してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。